よる人類史上最大級の価値観の転換。イントロダクション。今日は人類史上最も影響力のある人物の一人、イエス・キリストについて、特に彼がもたらした価値観の大転換について解説していきます。2000年以上経った今でも、私たちの価値観や倫理観に大きな影響を与え続けているイエスの教えの本質に迫っていきましょう。愛と許しの教え。イエスってどんなことを教えたのだ？イエスは敵を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさいという革新的な教えを説いたの。当時の木には目をっていう報復の価値観から愛と許しの価値観への大転換だったわね。この教えは当時の人にとって衝撃的なものだったの。特に敵を愛するという考え方は当時の社会通念を根本から覆すものだったのよ。敵を愛するってどういうことなのだ？それまでの常識を覆す考え方よね。憎しみの連鎖を断ち切って和解と平和を実現する道を示したの。これは単なる理想論じゃなくて実践的な生き方の提案だったの。当時の社会では敵に対して報復することが当然だと考えるんだけど、イエスはその価値観を180度転換させたのよ。弱者への眼差し。イエスは誰と一緒に過ごすことが多かったのだ？病人、徴税人、売春婦とか当時の社会で阻害されていた人と共に過ごしたの。これも革命的だったわね。当時の社会では考えられないような行動だったの。特に宗教指導者が彼らと食事を共にするということは当時の社会では大きなスキャンダルだったのよ。どうしてそれが革命的なのだ？当時の宗教指導者たちはそういった人を不浄な存在として避けていたの。イエスは全ての人に神の愛が等しく注がれていると説いていて、人間の価値は社会的地位や境遇で決まるものではないと示したの。この考え方は今の人権思想にも大きな影響を与えているの。実際今の社会福祉の考え方の源流の一つとも言えるのよ。内なる信仰の重視。お祈りとか儀式って大事なのだ？イエスは形式的な儀式よりも心からの信仰を大切にしたの。人目を気にした表面的な信心より内面的な信仰の純粋さを説いたの。これは当時の宗教界に大きな衝撃を与えたの。形式的な儀式を重視していた当時の宗教指導者たちにとってこれは受け入れがたい考え方だったのよ。なるほど。見た目より中身が大事ということなのだな。そうね。これも当時としては画期的な価値観の転換だったわね。形式や外見にとらわれず心の在り方を大切にする考え方は今の私たちの価値観にも通じるものがあるわよね。今でも形式や見た目よりも本質を重視する考え方の源流になっているのよ。個人の尊厳。イエスは人をどう見てたのだ？イエスは全ての人を神の子として平等に扱って一人一人の尊厳を認めたの。これは今の人権思想の源流とも言えるわね。当時の身分制社会では革命的な考え方だったの。特に女性や子供、異邦人も平等に扱うという考え方は当時としては先進的だったのよ。今では当たり前のように思える考え方のもとになったのだな。そうなの。私たちが当たり前だと思っている多くの価値観は実はイエスの教えに基づいているの。特に人間の尊厳や平等という考え方はイエスの教えが基礎になっているのよ。まとめ。イエスによってもたらされた価値観の転換は、愛と許し、弱者への配慮、内面性の重視、個人の尊厳など、現代社会の基盤となる多くの考え方の源流となりました。2000年以上経った今でも、その教えは私たちの価値観に大きな影響を与え続けているのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。